皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の失敗している外交について取り上げようと思います。特に現在の世界情勢においては、欧米各国と中国との関係がどのようになっているかといったことに関しては注目せざるを得ません。特に中国と仲の良いヨーロッパの国々もあるため、じゃあヨーロッパが米中冷戦の時にアメリカ側により肩入れするのか、それとも中国側の肩を持つのか、それとももっと彼ら自身の立場を強めるためにもより徹底した中立姿勢を取ってしまうのか、このあたりどのような姿勢を取るかというのは今後の日本にとっても重要なことです。何しろ米中冷戦が激しくなった時にヨーロッパ側があくまでも自分たちの利益を守るためにどちらにも加担しないようなことになれば、それは日本にとっても味方が少ない状況を示すわけですから、良い状況だとは言えないわけです。ところが今回取り上げるニュースというのは、そうした中国と EU との関係を後々までこじらせてしまうような話なのです。以前中国と EU との間には貿易関係をより強固にしようと投資協定の基本合意がなされました。ところが EU 側は経済を拡大したい一方において、中国側の人権問題に対しては以前よりもより強く声を出すようになりました。このような EU の変化に対して中国はそのような問題などそもそも存在しないという前提にして EU 側への批判を強化、そのため報復制裁というものを行いました。この報復制裁がまさにヨーロッパ側としてもなぜそこまでするのかと、かえって中国側のやっていることに対しての疑念を深める結果となり、彼らの関心がより強く人権問題に当てられるようになりました。このような世界情勢の動きから EU においてはこの投資協定の見直し、話し合いそのものをもうやめてしまおう、批准を凍結しようという動きが発生したのです。というわけでまずはどのようなニュースが流れているのか、そのことをお話しした後、中国側がこの投資協定に絡んでどのような思惑を持っていたのか解説をしていきましょう。それではニュースをどうぞ。中国と EU の投資協定、欧州議会が批准凍結。欧州連合 EU 欧州議会は20日、EU と中国が昨年12月に合意した投資協定をめぐり、批准手続きの凍結を明記する動議を採択した。動議はウイグル族への人権侵害批判に対抗し、中国が EU に報復制裁をかけたことを非難。中国が制裁を解除するまで批准を審議しない姿勢を示した。動議は20日の本会議で賛成599票、反対39票で採択された。棄権は58票だった。投資協定は欧州議会の承認を得て、来年前半にも批准される予定だった。動議に法的拘束力はないが、議会が圧倒的多数で凍結動議を採択したことで、批准は難しくなった。動議は EU に対する中国の報復制裁は国際法上の根拠がないとした上で、中国の制裁発動により欧州議会による協定の考慮、批准審議は正当に凍結されると強調した。投資協定は EU 企業の中国進出を後押しするため、ドイツの強い後押しで合意した。合併要件の緩和など一部の参入障壁を撤廃する内容。一方で EU は今年3月、バイデン政権と歩調を合わせ、ウイグル族への人権侵害で対中制裁を発動した。中国の EU に対する報復制裁では、人権問題を提起する欧州議員が複数標的にされ、議会で反発が広がっていた。EU は米中対立の狭間で中国への独自外交を目指している。投資協定は EU 対中外交の試金石として注目されていた。EU 側で中国との関係を強化してこの投資協定の合意に持ち込んだのは、ドイツの指導力というものが非常に大きく影響したと言われています。ドイツの現在の指導者はメルケル首相で、このメルケル首相は一貫して中国との関係強化を訴えてきました。現在は新型コロナの問題もあってなかなか中国側との積極的な外交が展開できる状況ではありませんが、少なくともそれ以前であればメルケル首相はほとんど毎年のように中国に訪問して習近平氏との親交を深め、そして中国との関係強化にも取り組んできました。そしてメルケル首相はいよいよ2021年9月の議会総選挙において首相を退任します。彼女にとってはそれこそ中国との関係強化というのが政治上においても非常に重大な問題でしたから、彼女自身が退任する後もその路線をいかにして後の世代にも引き継がせるかというのが大きな政治的なテーマでした。そういった意味ではこの中国との投資協定というのは
彼女にとっては最後の大仕事の一つだったと言えるでしょう。しかし、ヨーロッパというのはそれこそ多くの国々の集まりですから、別にメルケル首相がこうしたいといった話をしても、全員が全員それにそうだねと納得するわけではありません。そのため、メルケル首相と習近平国家主席の間には一つの必勝の策がありました。それは、中国側が譲歩しましたよという体裁を取り繕うことによって、EU 側がこの投資協定に前向きになるであろう形を整えたのです。記事の中でも触れられていましたが、例えば中国に進出する際には、これまでは合弁企業を作ることによって必ず中国側の人間が入るような仕組みというものがありました。また技術情報については必ず開示しなさいといった話などもありましたし、 EU 側が求めていた人権問題についても少しは改善する努力というものを見せることもこの投資協定の中には組み込まれていました。そういった意味では全体としてはあたかも中国側が譲歩することによって EU との貿易拡大というものが図られるような形が整えられていたわけです。しかし EU 側としては経済的な問題だけではなく、それこそ世界的にも現在の中国の人権問題に対しては関心がより高まっている状況です。ウイグルだけの問題ではありません。香港問題もありますし、台湾に対する恫喝などもまさにこれは大きな関心事となっています。そして EU 側がウイグル問題を焦点に当てて中国の当局者らに対する制裁を発表すると、これに対して中国側が EU 側がかけた制裁の人数より以上に EU 側の議員らに対する制裁というものを発表したことによって、より強い反発がヨーロッパの中で生じることとなりました。習近平国家主席としてはそれこそ EU 側の批判に対してこれを受け入れることは政治上できないわけですから、強い姿勢をアピールすることにつながったわけですが、それこそが結局は全体の利益というものを損ねることにつながったわけです。そもそもこの投資協定というのは中国側にしてみれば外交の勝利と自慢するような内容のものでした。動画の冒頭でも述べたように、今回の投資協定においては中国側が譲歩したかのような話というものがいくつも盛り込まれています。その一例として挙げれば、進出した企業が合弁企業を作らなければならないといった制約に関してこれを緩和するというのが一つ中国側の譲歩として挙がっています。しかしなぜ中国側がそのような譲歩をしたのか解説を聞けば、皆さんも中国側が譲歩した理由というのを理解することができます。なぜならば中国側にとっては状況の変化というものを考えれば、もう合弁企業を進出する企業に対して強制する理由というものがあまりなくなっているからです。かつて中国においては農村戸籍の人を中心にして非常に安い値段で工場で働きたいという人たちがたくさんいました。そのような時期であれば、それこそ世界各国にしてみても安い労働力を大量に確保できる中国に進出することは一つ大きな魅力でした。だからこそ合弁企業を作らなければならないという制約に関してもある程度飲み込んだ上で中国に進出し、その結果として中国は世界の工場と呼ばれるようなほどに製造拠点として非常に重宝されたのです。しかし当初はこの安い労働力というのを魅力にして多くの企業が進出したわけですが、企業が進出すればするほど待遇面の改善というものを図らないと他の企業と見劣りして結局は安い労働力を確保することができません。ですからそのような形での競争が起これば自然と賃金は上昇するものです。そのために現在においてはこの世界の工場であった中国というのはもう過去のものとなり、賃金の上昇に伴って製造拠点をベトナムやインドネシア、インドなどへと他の国々へと脱出する動きというものも確実に起こっています。そして製造業、特に工場というものは大量の人手を安く使っていたわけですから、逆に言えばそのような工場が海外へと逃げていくことは多くの失業者を生むこととなります。多くの失業者というのはそれこそ日本だと何百万人とかいうレベルなわけですが、中国においてはそれこそ1億人といった非常に多くの人数が失業するような状態になるわけで、これは大きな社会不安を呼び起こし、中国共産にとっても無視できない社会情勢の悪化をもたらすものです。そのため合弁企業でなければなりませんよというこの規定についても EU 側に対しては譲歩しましたんで投資協定を結びましょうよという話へと、彼らにとっては非常に良い取引材料になったわけです。それに中国に進出する企業から技術をかすめ取るというこの中国側の狙いも少しずつ効力を失いつつあります。例えばドイツの場合であれば工作機械や自動車
車といったものが非常に強い産業として知られるわけですが、じゃあ中国に進出するときに肝心要の技術を投入するかといえばそういったわけでもありません。基本的には自国のマザー工場と言われるようなところで本当に必要なものについては使い、中国に建てた工場で使われる技術というのはあくまでも開示しても大して痛くない、そして本当に守らなければならないものについては本国で作って、そして中国で組み付けるだけといったような形で、必ずしも中国に全ての情報が抜き取られるかといえばそういったわけでもないことが最近では対策として打たれているわけです。このあたりも中国側が技術情報などについて公開の義務を課していたことに関しても、もう譲歩してもさほど痛くない、もしくはあまり効果を発揮しなくなったなと思えるようなところについて取引材料にするには格好のものだったわけです。このような形だけは譲歩しましたよという形を取りつつも、実質的には情勢の変化によってかつては役に立ったものがだんだんと役に立たなくなった。その役に立たなくなったものを取引材料としてヨーロッパからの進出、いわば資金の投下などを促すような投資協定を結ぼうとしたわけですが、中国側のこのような目論見というのはそれこそ彼ら自身の外交政策の失敗によりついえようとしているわけです。中国としては米中冷戦下においてアメリカとの対立がより鋭くなるのであれば、その悪影響というものをなるべく中和するような形で EU との関係強化を図りたいところです。ところが今回のような EU との関係をより悪化させ、 EU 側からではなくむしろ中国側から跳ねのけるような形で遠ざけてしまうという行為は、まさに日本にとっても非常に都合の良い展開です。中国の横暴というものを抑えつけるためにはどうしても一つ一つの国々で中国と対決していたのでは非常に危険です。ですからより多くの国々で手を結び、中国の動きというものを抑えつけていかなければならないわけで、今回のような政治的な失敗というものをそれこそ日本は生かし、また他の国々と協力してヨーロッパ勢力をいかにして反中国包囲網の中へと誘い込んでくるかというのもこれからの日本外交としても取り組んでいかなければならないことでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。